エンター。こんにちは、入口です。今日の授業は N4 の文法、た方がいい、アドバイスや提案をする表現です。今回の授業、見た方がいい？見といた方がいい？今回の文法、た方がいいは、アドバイスや提案の意味もあります。提案といえば、第3課でやったしませんかとか、第4課でやったしましょうとかがありますけど、第3課、第4課の提案は一緒にやりませんかっていうイメージだったんですけど、このた方がいいっていうのは、バスで行った方がいいよみたいな感じで、相手に対して言う、私と一緒にじゃなくて、相手に対して、アドバイスをするタイプの提案です。なので、より客観的で、そんなに直接的な言い方じゃないので、どんな場面でも使いやすいです。しなよっていう指摘、早く寝なよとかは直接的で強いですけど、早く寝た方がいいよは直接的すぎないので、ちょっとニュアンスも柔らかくてすごい使いやすい表現です。いつも言うように日本人は直接的すぎる言葉をあまり使いません。ニュアンスの柔らかい婉曲表現をよく使うので、このた方がいいも日本人はよく使います。ちなみにこのた方がいいは早く寝た方がいいよのように肯定文でもよく使うんですけど、夜更かししない方がいいよのように否定文でもめっちゃ使います。病気にならないようにワクチン打った方がいいよっていう人もいれば、いや、あのワクチンまだ全然研究できてないから打たない方がいいよみたいな感じで肯定文でも否定文でももうどっちもよく使われていました。こうやって日本人はした方がいいよしない方がいいよって意見を言い合ってるイメージです。ニュアンスについてもっと深掘りします。した方がいいは直接的すぎないので使いやすいんですけど、それでもやっぱりアドバイスなので、会社で部下が上司に対してアドバイスっていうのは、ちょっと日本だとあんまり、良くない。立場が違うだろうっていう、上司が部下にアドバイスするもので、部下は上司にアドバイスするっていうのは、ちょっと変なんですね、日本だと。なので、部下が上司に何かアドバイス提案したいときは、した方がいいんじゃないですかねとか、した方がいいですかねみたいな感じで語尾を調整してニュアンスを変えてます。そして今日のポイントが、しといた方がいいという表現です。皆さんはした方がいいとしといた方がいい、使い分けられますか？しといた方がいいは、しておいた方がいいの省略形です。しておくっていうのは、準備しておくっていう意味です。ニュアンスの違いなんですけど、しといた方がいいの方が、した方がいいより若干強いです。しといた方がいいには忠告のニュアンスがちょっと入るので強い感じがします。日本語勉強するなら日本へ留学した方がいいんじゃない？日本語勉強するなら日本へ留学しといた方がいいよ。この二つの違いはやっぱりしといた方がいいよの方が忠告、後で後悔するかもよっていうニュアンスが入るのでちょっと強いアドバイスになります。このしといた方がいいはさらに強いニュアンスで友達同士に使うんですけど、しときなとかしとけっていう言い方もあります。明日早いんだから早く寝とけってみたいな感じで、これはもうほんと友達にしか使えない、忠告の最上級ですね。した方がいいのニュアンスを強めるなら、本気でやった方がいいよとか絶対やった方がいいよとか、他の言葉をつけて、意味を強めることもできます。若者言葉ならガチでやった方がいいよ。今回の試験本当に大事だからガチで勉強した方がいいよ。みたいな言い方もできます。それでは例文を挙げるので一緒にシャドーイングして練習してみてください。例文スタート。入り口日語っていう YouTube 面白いから見た方がいいよ。日本留学するなら入り口日語で勉強しといた方がいいよ。薬飲んだ方がいいよ。いや、体調悪いのに仕事すんなよ。薬飲んで寝とけって。春に日本行くなら花粉症対策しといた方がいいよ。寝る前にスマホ見ない方がいいよ。無理しない方がいいよ。いや、あの映画は絶対見た方がいい。お客様に事情を説明した方がいいと思います。あんまり信用しない方がいいと思います。
それは直接言わない方がいいと思います。はい、ということで今日は N4 の文法た方がいいを解説しました。直接的すぎないし、肯定文でも否定文のしない方がいいも使いやすいので日本人もよく使う表現です。ただ、会社で使うときは、た方がいいと思いますのように、語尾を工夫してニュアンスをさらに柔らかくするといいと思います。絶対見た方がいい、本気でやった方がいいみたいに、ニュアンスの調整もしやすいです。あと、しといた方がいいっていう、同じアドバイスの表現なんですけど、若干強い表現の言葉があります。これは、後で後悔するよっていう忠告のニュアンスが入っているので、ちょっと意味が強いです。日本語会話を勉強したいなら、入り口日語を見た方がいいよ。将来日本で働きたいなら、入り口日語で勉強しといた方がいいよ。みたいな感じで使い分けてみてください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター